介様。どうかなさいましたか？シノたちは先に部屋に戻りましたが。そうですね。難しいところですね。武田が健介様を欲しがった理由についてはいくつか予想を立てていましたから、そのうちの一つが当たったといえば当たったと言えますが、正直可能性は一番低いと考えていた展開でした。私もそれが妥当だとは思いますが、足長と呼ばれる光様のことですから、すでに実力を測る必要もないだけの情報を集めているのかもしれませんね。私がしていたのは噂集め程度ですよ。確かに私も小田家や健介様の情報は集めていましたけど、武田のそれは全国に及びますから。そうですね。こちらも考えられる限りの対応はシノと用意しておきます。新田健介！新田健介！正々堂々と勝負するのら！いきなりじゃないのら、ちゃんと勝負しろって言ったのら。なんだむやお酒でもないなら。あえて言うなら虎なのら。なかなかやるのら。今度はこれはローなのら。おお、もうやってるんだぜ。もう広間では暴れないでって言ったのに。トトちゃん、暴れるなら外でやって。すみません。トトちゃん、どうしても健介様のことが納得いかないみたいで。そのお気持ちはわかります。
ちょっと乱暴ですけど。にしてもあの旦那、思ったよりやるんだぜ。ただ身が軽いだけのスケベ兄ちゃんって報告だったけど、そうでもないみたいだぜ。そうですね。徒手空拳とはいえトトちゃんをうまくいなしていますし。トシュ？どうしたんだぜ。いえ、よく考えたら武具の類は夕霧さんにお預けしたままだったなと。だからあのような戦い方に。おーい旦那、武器がいるならあたいが個々の刀貸してやろうか。へえ、大した自信なんだぜ。言うほど優勢なようには見えませんが。だぜ。どっちにしてもトトくらいならともかくあたいの敵じゃないんだぜ。健介様ご自身よりも率いる隊の方が強いのかしらね。いえ、健介隊も正面からの戦闘に向いた部隊ではありませんから。そうなんだぜ。はい、健介隊は健介様を筆頭に絡め手を得意とする部隊ですから、武田の兵と正面からぶつかるような場面には向かないかと。そうなのですね。まあそれはそれで面白そうだから、やっぱり一度あたいも戦ってみたいんだぜ。トトに獲物は必要ないとかバカにするのもいい加減にするなら。そろそろ追いつけるようになってきたですよ。ナラト、何ですか？旦那、そんな隠し技が。あの一言が本当か嘘かは分かりませんけど、トトちゃんも少し警戒してるみたいですね。え、嘘なんだぜ。もうコナちゃんはすぐ信じちゃうんだから。へえ。けどあんたは止めなくていいのかだぜ。そうですね。すぐに私たちに止めるよう言ってくるかと思ったのですが、そういった様子でもありませんし。止めたくはありますが、必要なことだとも理解していますから。必要？皆様も本音を言えば惹か
り様の判断に納得しているわけではありませんよね。親方様は間違ったことはしないんだぜ。そうですね。今回の祝言に関しても何らかの深いお考えがあることは承知しています。けど親方様、そういうのあたいたちに教えてくれないんだぜ。面白そうなことは一人で進めてちょっとずるいんだぜ。それはコナちゃんがおしゃべりだから。でもずるいんだぜ。私たちももう少し天球様や薫様のように親方様の言葉を深く察することができればいいのですが。ま、確かにあれだけトトとやり合えるやつなら親方様が頼りにする気持ちもわかんないでもないんだぜ。とはいえ、そうですね。いい加減トトちゃんも健介様の動きを捉えたようですね。そんな隠し技があるなんてずるいのら。ロコのオイレ流なのら。モノラって何なのら。言い方がおかしいのら。トトはそんな衣みたいな喋り方しないのら。なんて、そんな時間稼ぎには引っかからないのら。次で終わりにしてやるのら。ならと背中を向けて逃げるなんて武士の風上にも置けないのら。それ以上は行かせないのら。あれは。先ほどの表情で親方様がトトちゃんにあげていた桃の残りですね。雫。はい。あれが旦那の得意な絡め手ってやつなんだぜ。まあ、そんな感じです。ちょろいのら。いい匂いがするのら。あ、あのこの卑怯者め。トトはこんなことでは屈したりしないのら。
いのら。いや、甘くなんかないのら。ないのら。美味しくなんかないのら。お帰りなさいませ、健介様。負けたわけじゃないのら。トトはこんな卑怯な策で新田健介に屈したりは。わかればいいのら。新田健介。もう。そんなことはないのら。レモン残ってるともったいないから、トトが全部片付けて。もらったら、そのまま全部渡すのら。これって引き分けなんだぜ。まあ、なんとなく釈然としませんけど。これは嘘というか、なんというか。美味しかったのら。桃に罪はないのら。まあ、それには全面的に同意します。じゃあ旦那、次はあたいとやろうぜ。ほら、獲物も貸してやるからさ。手加減とかなしでいいんだぜ。まさかトト相手に手加減なんてしてたのら。だったらさっきの引き分けは無効なのら。何をしておるか。騒がしいと思うたら騒いでおったのはお主らか。これは。夫殿、うちの若い連中が無礼を働いたようだな。申し訳ない。そう言っていただけるならかたじけない。で、トト。はい。武田の武人として勝負を挑んだ以上、夫殿にはちゃんと勝ったのであろうな。
よもや引き分けなのら。引き分けか。こいつの卑怯な策がなかったら間違いなくトトが勝ってたのら。バカモン！策に邪道も正道もないわ。策にはまった時点で負けだと言うたであろう。どうせ夫殿の持っておられる桃にでも気を取られたのであろうが、明日はその根性を叩き直してくれる。勘弁なのら。これは武田の家のこと。いかな夫殿でも確かに一理ないでもありませぬな。これ以上は説も墓穴を掘りかねん。もうそんな策にははまらないのら。尾張の新田健介といえば、草の報告でもたらしの君らのたらし乳老らのと報告を受けているのら。ふんふん、そこまで知っておってどうしてこのような下策に引っかかるのかのとうとう。じゃあとりあえず親方様は垂らされたんだぜ。親方様の場合は自ら虎穴に孤児を拾いに行ったように思うがな。いずれにしても何らかの策が終わりなのであろう。春日さんもそれは聞いていないのですか？説は親方様のやりにござる。親方様の御心のままにひたすらにそれを振るうまで。だったらあたいたちも垂らされないように気をつけなきゃなんだぜ。ここそんなに見境ないんですか？見境というかなんというか、皆さんもお気をつけくださいね。はて、夫殿の側としてはさっさと節らが垂らされた方が都合が良いのではないか？まあそれはそうなのですが、そういうのはもう十分すぎるほど前例がありますので、私たちとしては恋敵が増える方が問題ですし。すごいんですね、健介様。それも聞きしに勝るたらしぶりでござるな。まあ垂らされるに足る相手かどうかはおいおい見極めるといたそう。そろそろ戻るぞトト。わかったのです。新田健介、これで勝ったと思うのなのら。もうそんな手は食わないのら。それじゃ私たちも帰ろう。コナちゃん。わかったんだぜ。それじゃ旦那、またな。そうですね。粉雪さんと心さんとは少しお話しさせていただきましたが、少なくともこちらに必要以上の警戒は持っていらっしゃらないようでした。あとはそのたらしの君が実際に信用に足るか次第でしょう。ですからトトさんが先陣を切って健介様に勝負を挑んでくださったのは結果的には良かったかと。どこまで勝ったのですか？麦穂さんまでって、今回のような手を使ってですが、
さすがですね。武田家の皆さんは。光様を中心によくまとまっていると思いました。秘密主義の主というのは、得てして不信を生みがちですが、あの4人に関しては、それもないようでしたし。はい。そうですか？シノのことは尊敬していますし、今も目標ですが、健介隊で私とシノのものの見方が似通ってしまっては、軍師が2人いる意味がないですし。はい、私はシノと肩を並べたいとは思っていても、竹中半兵衛そのものになりたいわけではありませんから。あ、今のシノには内緒にしておいてくださいね。健介様どうしたんですか？はい。そうですね。では部屋に戻りましょう。